はーい、花だよ。今日は久しぶりにピクニックに来ました。いつもは結構平日に来ることが多いんだけど、今日は休日土曜日に来たから結構人がいる。だからちょっと端っこでやってます。もうね、お天気が最高に気持ちが良くて、最近ずっと天気いいから、これでももっと薄くてもいいぐらい。半袖ぐらいでいい。来週から雪降るらしい。やばくない？私東京に住んでるんだけど、東京で雪って全然見ないけど、雪もすぐ降るとか言ってて、それしようと思って。天気が寒くなる前にピクニックにしに来ました。美味しいミルクコーヒーを飲みます。ここって逆光かな？でもね、もうここしかないの。しょうがない。だからもうね、これでいいです。逆光でいいです。いただきます。めっちゃ美味しいわ。コーヒーの味は本当にほぼしないんだけど、そのぐらいでちょうどいい。あ、生き返った。ここに置こう。もう地面に置いてます。ポッキーの抹茶。3月ってもう春だよね。やっばー。てか今日3月なの。1月はすごく長くて、いつ1月終わんのって思ってたんだけど、2月突然なんか3秒ぐらいで終わって3月。もう2月はなかったことになってる、私の中で。で、食べます。美味しい。抹茶大好き。落ち葉がいっぱい落ちてるからふかふかで気持ちいい。今日はみんなとお話ししたいことがあって、私は先月2月はあんまりいい月じゃなかったって言ったじゃない？でその時にどうやってやる気を出してたかっていう話。やる気がない時にどうやってやる気を出してたかなと思った時に、なんかいい方法を見つけたから、考え方とかも含めてちょっとみんなとお話ししようかなと思ってる。まず朝〇〇しようとか、今日はこれとこれとこれとこれこれとこれこれみたいな感じでやることリストを書くのが好きだったの、私。だから毎朝でもないけど、思いついた時にちょっとこれやんなきゃいけないなと思って忘れそうになっちゃったら全部メモってたの。でもいろんなところに私のやらなきゃいけない言葉がいろいろあって、すごいストレスだったの。もう明確に分かってるんだけど、結局なんかダラダラしちゃったり、映画を何本か見ちゃったり、スマホ触ってしまったりして、一日を無駄にして、一日の最後の、なんか夜の2時間ぐらいだけちょっと頑張って、夜更かしして、朝遅く起きるみたいな。夜遅く寝て、朝遅く起きるっていう、最悪な感じになってたの。もうなんか廃人みたいな。なんか大丈夫っていう感じに、ちょっと生活サイクルが狂ってしまったんですね。だからちょっとリセットしようと思って。結局スマホ触っちゃって、一日なんか何してたっけ今日みたいになることない？人生の中でそういう日は何度もあった。今日何してた私みたいな。なんかソファーから2ミリ動いただけじゃないみたいな。もし今この動画を見ていて、今日なんか何もできなかったなみたいな人いますか？いますよね？してます。その人たちへ、まず、私もそういう日何度もあるから大丈夫。みんな多分そうなってる。てか、本当にみんななってると思う。人間は短期的な快楽を求める生き物なのね。スマホの通知とか SNS のいいねとかスクロールしてさ、これピッてやったら更新できるじゃない？すぐに結果が出るし、すぐに報酬をくれるから気持ちいいし、ドーパミンって言って興奮作用が出るから、もうやめられないのよ、これは。人間である以上、ドーパミンは避けられないんですね。逆にスマホじゃなくて自分のやらなきゃいけないこと、やるべきことって結果がすぐ出るものじゃないの。成果が出るまでに時間がかかるから、やる気は出ないです。だって時間かかるもん。だって今立ち上がってちょっと5分やったとしても、現状はあまり変わらない。長期的に見たら変わるけど、短期的に見たら全く変わらないから、なんかだったらすぐ結果出る、すぐ何か欲しいものをくれるスマホを見てた方が気持ちがいいっていうことになっちゃうんですね。疲れた脳は難しいことを避けるんだって。みんなどう？最近疲れ取れてる？
私はね、全然取れてないですね。寝てないからね、よくない。寝なきゃって思いながらなんか夜寝てんだよね。そういうことない？なんかね、脳が疲れてると、やる気出ないし、難しいことは避けちゃうんだって。やるべきことを考えるのってすっごいエネルギーを使うこと。自分に向き合うってめっちゃエネルギーを使うことだから、スマホを見るって受け身の行動なの。やるべきことをやるっていうのは自分で行動しなきゃいけないじゃん。例えば、机に座るとか、勉強するとか、なんか調べるとか、やらないといけない。自分で。もう足を動かさないといけないから、結構大変。だけど、スマホを見るってもう寝ながらできるのね。朝起きてスマホを見る。もうこれめっちゃ簡単じゃん。自動的なものだから、ただただ指を動かしてるだけでドーパミンが出て、結構楽ちんなことなのね。脳は楽したがるし、実際楽だからみんなやっちゃうと思うの。私含めてね。朝のルーティーンみたいな感じで、白湯を一杯飲んでなんたらかんたらヨガをしてとかあるじゃん。もう全然スマホ見てるからね、私。でも最近抹茶飲んでるわ。抹茶めっちゃいい。抹茶カフェインがコーヒーより入ってるから、目がね、パキッとなってやりきてるから抹茶おすすめ。ちょっと脱線しちゃった。ちょっと待ってね。今動画を見てくれてる方たちは多分忙しい人もたくさんいると思う。勉強で忙しい。大学で忙しい。部活で忙しい。バイトもあって、仕事もあってとか。会社員の方もいるだろうし、フリーランスでやってる方もいるだろうし、たくさんいろんなことをやってる方がいると思うんだけど、みんな多分忙しいと思う。私も忙しいし、みんなも忙しいと思うから。だから、疲れるじゃん。今すでに忙しいのに、それに加えてさ、この自由時間にエネルギーを使うって結構大変なことだと思うから、スマホを見てしまうんです。美味しい。本当に美味しい。SNS では完璧な生活を送ってる人が目に映りやすいじゃない？他人のハイライトを見て自分はダメだって思いやすいと思う。いろんな SNS の使い方してる方たちがいるけど、私はね、個人的には YouTube では自分の完璧なところというよりかは悩んでいくところとか未完成な部分を残しておきたいの。なぜかというと、大体の人は人生のハイライトよりもその裏側にあることの方が多いじゃない？悩み事とか苦しいこととか悲しいこととか、そういう部分の方が多いと思うの。ハイライトの方が少ないと思うのね。だからそこを見せるよりもみんなと一緒に悩みを共有したり、こういうお話をすることによってなんか一緒に成長できるんじゃないかなと思って、私はこういう SNS の使い方をしてるの。インスタは大好きだけどあんまり使いたくはない。でも見ちゃうみたいな。みんなの人生のハイライトだけを切り取って集結したものだから、そりゃインスタ見たら病むわって感じ。だってもうみんなキラキラしてるもんね。キラキラしてないところ逆に見せないじゃん。なんか多分その SNS によって使い方別々だと思う。で、インスタグラムは特にハイライトの部分が強いかなって思う。TikTok はちょっとお笑いとかそういうのも多いかもね。Twitter は文章も多いし、だからインスタグラムはね、ハイライト多いなって感じる。私的に完璧ってつまんないなと思って、未完全な方がなんか伸びしろがあるし、もっと個性的でなんか面白い部分が見えるから、その方が好きなの。だから私はこれからもこういう感じで発信しますので、皆さん今後もよろしくお願いします。やることリストが逆にストレスになってるんじゃないかなっていうことに気づきました。例えば15個書いて、もうなんか2個ぐらいしか終わってなくて、全然終わってないじゃんみたいな感じで、やることリストを書いたんだけど、逆になんか自分のできてないことリストみたいになっちゃって、なんかマイナスな気持ちになる。私何にもできてないじゃん、こんなに書いたのにっていう気持ちになっちゃうんだよね。サイガルニック効果って言って、未完了のタスクがストレスを生むことが心理学で証明されてるんだって。そこからちょっと考えを変えて、もう1個でもできたら OK っていう考え方にした。そしたら本当に全てが楽になって、2月の前半、2月の前半はマジでやる気なさすぎて終わってたんだけど、2月の後半になるにつれてやる気が出てきて、今は結構復活してきたかなって感じ。かわいい。むしろ1個でもできたら OK って考え方にシフトチェンジしたらすごく楽になったし、やる気が出るようになったの。作業興奮って言って、何かを始めると次もやろうっていう気持ちになるのね。一つ始めると脳がなんかやる気モードに変わる。結果はすぐに出ないから、だからこそ
最初の一歩出すことがすっごい大変だけどすっごい重要なこと。私はとりあえず机に座るっていうのをやってます、とりあえず机に座ってもう一旦ぼーっとする時間が1時間2時間あってもいいけど、やる気が出たらそのままやり続けられるから、とにかく一旦散歩に出る。10分とか20分とか何でもいいんだけど、一旦外に出て散歩に出て、そっから机に座る。もうこれで無理やりやる気を作る、やる気ってないしね、だからやる気をなんか出るまでやらないんじゃなくて、もうなんか無理やり出すっていうのが私に合ってるかなって思って最近はよくやってる。今日も今午前中なんだけど、お外に出てピクニックして今動画を撮って、その後また帰って作業とかもできるし、すっごいいい日になってる。もう午前中外出るだけでなんか完了した、やる気出るし最高だから、みんな外出た方がいい。これみんな何時に見てるかわからないけど、朝とかだったらまあ今やりたいこと、やらなきゃいけないこと、課題がどうとかなんか仕事がどうとかあると思うけど、それの一番ハードル低いやつだけをやるっていう、それを決めたら結構楽になる。だから一日の最後の気分もいいよ。まずやることリストを3つ以内にしました。今までもう20個も30個もありえない量のやることリストを書いて1ミリもできてないっていうことになってたから、やることリストは3つにする。なんかね、減らすことも大事だなと思っていて、やることは永遠に出てくるけどやらないっていうことが多いから、その中からランキング、自分でやらなきゃいけないことの順位をつけてからやることを明確にして、そしてもうそれ以外はやらないという決断をすることも大事かなって思う。なんかやめるって難しくない？私なんかそっち側のアプローチの話をしてる人あんまり見たことなくて、いろいろやることあるけどそっから減らすことが結構重要かなって思う。例えば20個書いたらもうとりあえずベスト3のランキングつけて、それ以外はもう捨ててください、ゴミ箱行き。それですっごいやる気出た。これめっちゃおすすめだからマジでみんなやってほしい。とりあえず3つだけに絞って、もうそれ以外はやんないで、逆にやらないで、逆にやらないでって感じ。そしてスマホをご褒美にする。いろいろ1個やったら10分 SNS 見て OK みたいな感じで、ルールとまではいかなくても1回やるときにそういう風に決めた方がいいかなと思った。スマホをモチベーションにした方がそのドーパミンをうまく活用できるかなって思って、この前試しにやってみたのね。なんかそういう方法あるじゃん。25分やって10分休憩するみたいな。私そういうのであんまうまくいかなかったんだけど、この前は30分やって10分休憩っていうのをやってみたの。スマホをタイマーにしてパソコンで作業を30分してからスマホを10分使ってっていうのを3回繰り返したのね。すっごい簡単に1時間半作業が集中してできて、タイマーにするのはすごいいいなと思った。朝にやることを決めるっていうのもいいけど、夜に今日できたことを振り返ることも大事だなって思った。やることありすぎて結局できなかったよねって落ち込んでしまうから、できなかったよりもできたことに目を向けると前向きな気持ちになったなと思って、夜寝る前とかもういつでも歯磨きしてる時でもいいし、なんか顔洗ってる時とかお風呂入ってる時とか、寝る前にベッドで目をつぶりながら好きな音楽を聴きつつ、もうなんか日記とかじゃなくてよくて、頭の中で今日何できたかなと思って、例えばもう散歩できた、はい、セロトニン浴びて最高でしたとか、今日はノート開けたなとか、そんなちっちゃいことでいいんだけど、自分のできたことをちょっと振り返ってみることによって前向きになりますし、次の日へのモチベーションにつながる。だからやること、できたことに目を向けてみよう。そしたらね、すごいいい気分になる。やることはいっぱいあるけどスマホを見ちゃう。これは本当に普通。もう全人類これになってますから、もしみんながそうなった時は落ち込まないでね。みんなそうだから、むしろ1個できたらそれで十分。てかもうすごすぎる。むしろスマホと付き合ってうまくやれれば OK。 スマホと無理に離れるんじゃなくて、逆にスマホを使ってやる気を出すという方がもっと楽にできるかなって思った。そういう感じ。私の最近のいい感じの考え方を話しました。どうでしょうか。みんなはスマホとどう向き合ってる？みんなの生活の中でスマホが敵になったり味方になったりすごい大変じゃない？もういい時はいいけど、もう悪い時はもう窓から放り出したいみたいな。私ベッドにスマホ投げたこと3回ぐらいある。もう無理と思ってマジでスマホうざいと思ってバーンって投げたことあるから、それぐらい
スマホ中心の生活になってるなって何度も思ってるから、この考えがどこかの誰か、どの国に住んでもいいです。もう誰かの役に立てたらもうそれでいい。できない自分を責めちゃうことはたくさんあると思うけど、2025年に生きてる若者たち、若者じゃなくても大人の方たちもそうなのかな。みんなそうだと思う。本当にみんなそう。私もそうだし、みんな言わないだけだから。みんなハイライトを載せてるだけだけど、マジでみんなスマホ中毒だと思うし、やりたいけどできてないみたいなことが大半だと思う。だけどみんなね、生きてるし大丈夫よ。そういう感じかな。だから3月マジ頑張ります。毎月言ってるけどね。月始めはすっごいやる気あるから。なんで2月こんな早かったんだろう。あんま何もしてなかったからかな。1月すっごい長かったんだよ。これ共感してくれる人本当にいてほしいんだけど。1月長い割に多分2月から12月まではもうすぐ終わっちゃうんだろうね。葉っぱがいっぱいついちゃった。OK、じゃあちょっともうちょっとピクニックしてみる。ありがとう見てくれて。他の動画もあるからよかったら見てみてね。バイバイ。全部できなくたって構わない。やれない日があるのも自然なこと。みんなそんなものだから焦らなくていい。大事なのは自分を責めることじゃなくて、自分と上手に向き合うこと。今日できた一つを大切にしよう。